こんにちは、近藤美蔵です。今日は第7チャクラの色についての新しい情報をお伝えいたします。この色は一般的に言われている色とは異なりますが、私なりに納得できるものがあること、そしてその色を用いたヒーリングで効果を感じているので動画にいたしました。しかし、確証をもたらすことのできない宇宙からのチャネリング情報であるため、この情報を信じてほしいとは思っていません。むしろそうかもしれないし、そうでないかもしれないと思って聞いていただければと思います。このチャンネルは皆さんが次なる次元へスムーズに移行するサポートを目的として配信しています。それではシリウス中継スタート。一般的に第7チャクラに対応している色は紫あるいは白と言われていますが、実際どっちなのだろうと思ったことはないでしょうか。第7チャクラを紫色としている説は、第6チャクラが藍色、そして第5チャクラが水色になっていることが多いと思います。また、第7チャクラを白色にしている説は、第6チャクラが紫色、そして第5チャクラが青色になっていることが多いと思います。しかし、今回私が受け取った第7チャクラの色は、紫でも白でもありません。その色は実は紫外線です。ご存知のように、紫外線は私たちの目に見える可視光線ではなく、目に見えない不可視光線です。そのため、第7チャクラが紫外線であるとするなら、その色は私たちの目に見えない色となります。第7チャクラが紫であるとか白であると言われる理由は、もしかしたら可視光線の範囲でチャクラを割り当てようとしてそうなったのかもしれません。では、第7チャクラが紫外線であるとするなら、その他のチャクラは何色になるのでしょうか。情報によると、第6チャクラが紫色、第5チャクラが青色、そしてその間の耳のあたりが藍色になります。ここで勘の良い方なら察知されたと思います。そうです。紫外線があるなら赤外線も人体に対応したチャクラがあります。しかし、それは7つのチャクラではありません。赤外線に対応しているのは足裏のチャクラです。頭頂が紫外線、足裏が赤外線。これが私が新たに受け取ったチャクラの色の情報です。脳の中にあり、第三の目につながると言われている消化体は、光を感知して一日のリズムを司るメラトニンと呼ばれるホルモンを生成している場所です。冷静を開いたり、見えないものを見るためには、この消化体を活性化させることが有効であると言われています。サイキックな能力を開花させるために、消化体を活性化させる方法が様々にあると思いますが、私が受け取った情報によると、消化体を活性化させるためにも紫外線が有効であるということです。例えば、太陽を見ると消化体や第三の目が活性化するという話を聞いたことがあるかもしれませんが、太陽光線は紫外線を含んでいるため、それは有効な方法であると言えます。
しかし、太陽を裸眼で直視すると、紫外線による目の影響もあるため、別の2つの方法をご提案したいと思います。一つは、目を閉じて眉間に太陽光を当て、第三の目で紫外線を感じながら消化体に送る方法。晴れた日に毎日数分間、紫外線を消化体に意識的に送ることで、従来のやり方よりも効果的に消化体を活性化することができると思います。その他にも太陽を利用して霊能開発を行っている方は、紫外線を意識して行ってみると、より効果的だと思います。そしてもう一つの方法は、ヒーリングを使って紫外線を消化体に送る方法です。普段使われている方法でヒーリングを行う際に、第7チャクラに紫外線を意識して流しながら、さらに消化体まで紫外線を送ります。紫外線は目に見えない色なので表現することができませんが、イメージしにくい場合は透明なエネルギーを手から出して流すと良いと思います。この2つの方法はどちらも私は効果を感じていますが、紫外線は日焼けの問題などもあるため、ヒーリングを使って消化体を活性化する方法を私は主に取り入れています。そして次回の動画では、ヒーリングを使って紫外線を消化体に送る方法をご紹介したいと思います。以上です。目に見えない色を扱うのは難しいと思いますが、それこそ第6チャクラの見えないものを見る力を養うことにもつながりますので、気になる方はぜひ一度紫外線を意識して使ってみてください。そして感じたことなどがあれば、コメント欄に残していただけると嬉しいです。それでは、印中継を終わります。